はい、ですね、今回はですね、私が、気づいたトレンドまではいかないですけど、最近気づいたアパレルの出来事っていうのをお伝えしたいなと思います。私はですね、原宿とか表参道近辺あたりに住んでるんですけど、ワンコをですね、1日2回は散歩していて、少なくとも30分、長いと2時間ぐらいうろちょろ歩いてるので、そういった中でいろんな人を見てきたりとか、いろんなお店をプラプラ毎日見ている中で結構気づくことが多いので、それを皆さんに共有して少しでもお役に立てればなと思います。はい、ちょっとダラダラしたお話になってしまうかもしれないんですが、一つ目はですね、一番最近目についたところで言うと、原宿のなんていう通りですかね、ニコアンドさんとかがあるメインの通りあります。あそこ近辺は結構空き店舗が出たまんまで、あんなメイン通りなのに空き店舗がずっと入らないと思ってたけど、東京ベースさんとかが2店舗ぐらいどんどんと構えてて、結構それがインパクト強いかなと思ってます。本当に人が入ってるかどうかというと、そこまで混み合ってる感じはしないんですけど、とにかく、横並びでね、皆さんがクローズしてる中でドーンと出てきたなっていうのはすごく印象的だなと思いました。はい、ちなみにそこの裏側というか、キャットストリートとかのあたりは相変わらずですね、いろんなまだクローズしたまま空き店舗が目立ってはいるんですけど、アウトドアのブランドさん、前からあるようなアウトドアのブランドさんもそうだし、最近アパレルさんなんだけどアウトドアに寄りにしてるテイストのブランドさんっていうのはまだずっと根強く残ってるなっていうような印象があります。特にメンズさんに関しては、そこら辺強そうだなっていうふうに感じてます。はい、でキャットストリートあたりで言うと、私がすごく一番衝撃的というかショックというかだったのは、アダーストリアのジナシスさんのすごい大きな路面店でヨガとかのウェアとかまで置いてた店舗がクローズしてました。これは本当に何て言うんですかね、すごく私の中ではショックでしたね。はい、それはそうなんですけど、中でいい話で言うと、裏原系のシュプリームとか限定品を取り扱ってるなんですかね、メンズ系のショップさん、ストリート系のショップさんっていうのは行列ができてる時もあります。はい、皆さんアパレル界隈厳しいって言ってますけど、本当に人気なところとかっていうのはスニーカーもそうなんですが、朝から並んでたりとか、不況の中でもすごいやっぱり強いなっていうふうには感じました。はい、なのでそこら辺の界隈はチャンスがありそうだなというか思いました。あとは最近増えたのはゴルフのお店ですね。ビームスのお店、原宿のメインのお店、びっくりしましたけど、ビームスゴルフになってましたよ。びっくりしますよね。最近いろんなアパレルさんがゴルフ注目して新しいゴルフブランドを出したりとかしてきますが、店舗ではっきり表明した感じなのはビームスゴルフがインパクトあるなというふうに感じました。はい、ゴルフは本当に価格が崩れてないので、あそこも何ですかね、原価的に取りやすくてチャンスがあるのかなというふうに思います。特に若い人たちも最近始めてる方多いので、気になるところです。はい、あとはですね、古着屋さんっていうのも最近は結構強い気がしますね。古着屋さんも新しく新店舗がオープンしてたりするのを見かけます。はい、あとは行列ができているところで言うと、アパレルじゃないかもしれないですが、ラルフローレンのカフェがとにかくめちゃくちゃ並んでますね。去年はフェンディのカフェがすごい並んでたんですけど、今年はラルフのカフェなんだろうなと思います。 SNS ですごく人気なんだと思うんですけど、学生さんとか平日からちょっと昔のパンケーキ屋さん並みに並んでるかなと思います。でもっと並んでるっていうのが、これ全然アパレル関係ないけど、人気なパン屋さん名前ね、後でここに出しておきますけど、このパン屋さん 2,3 時間待ちなぐらい大人気ですね。なんでそんなパン屋さんが今流行ってるのか、人の心理はわからないんですが、追求して調べると何かビジネスチャンス何かわかるかもしれないです。
はい、なんかちょっと大した話でもなかったかもしれないですが、コロナでなかなかですね、東京だとか、人混み会話に出るのが億劫な方いらっしゃるかなと思うので、これからも何かしら気づいた点あとは目についたもの、あとはトレンドとして良さそうなことっていうのは皆さんにお伝えしていきたいなと思います。はい、では皆さん、今日も明日も明後日も頑張っていきましょう。はい、バイバイ。ハキュージャパン